毎日、しんどい。理由は人それぞれ。得てなければ、そりゃあ体がしんどい。人間関係がうまくいかなければ、心がしんどい。仕事の環境が悪ければ、生きてるだけで疲れる。平坦な毎日が続くだけで、何もかもが虚しくなる日もある。ああ、そんな時は、誰にでもあるよね。でもね、それって全部、外側に原因があるように見えるけど、実は、自分の中に力が入りすぎてるだけかもしれない。気づかないうちに構えてる。ちゃんとしようとしすぎてる。傷つかないように空気を読みすぎてる。それ疲れるわけだ。トランサーフィン筋トレ、いよいよ折り返しの週です。まだ折り返しなの？この地味な作業があと6週も続くの？と絶望したあなた。大丈夫。私もしんどい。でも、ちゃんと続けてるとね。少しずつ意識の癖が修正されて、世界と仲良くなれるよ。ゆるく気楽に続けていこうね。そんなわけで、ここから後半戦。今週のテーマは、余計な力みを抜く7日間。頼まれてもないのに、頑張っちゃう人。傷つかないように、先回りして空気読む人。自分を責めながら、もっとちゃんとしなきゃって思っている人。まあそれ、私のことなんだけどね。でも大丈夫。今週はそんな、世界との戦いを終わらせて、力を抜いていく。鏡が勝手に整っていく面白さを一緒に味わおう。じゃあ、今週も始めていくよ。今日のテーマは戦いをやめること。今何かに必死に抗っていない？わかるよ、ルナ。でもさ、私たちみたいなかつての戦士からすると、戦うのをやめるのって逆に怖くない？必死に走ってないと、置いていかれそうな気がするっていうか、もっと努力しなきゃ、とか、自分を変えなきゃって肩に力が入っちゃう。今のも振り子の台本。そうそう。世界は鏡だから、あなたが戦えば世界はあなたと戦おうとするんだよ。軽く目を閉じて、息を一つゆっくり吐きましょう。今、どうにかしようとしていることを一つだけ思い浮かべて、分かってほしいこと、射止めさせたいこと、流れを押し戻そうとしている状況、そこに体のどこかが力んでいる感覚があれば、ただ気づく。もう一度息を吐いて、今日は何もしなくていい。押さない。引かない。手を出さない。ただ力を抜く。今のあなたは世界に働きかけていない。それが受け取る側にいるという状態だよ。本日の宣言。私は戦うのをやめます。私は受け取る側に立ちます。さっき仕事が1件キャンセルになってさ。もう最悪。それに合わせてスケジュール調整したのに。その瞬間、何が一番先に浮かんだ？どうしよう。無駄になった。予定狂った。取り戻さなきゃ。って。それが分かれ道。
軽く目を閉じて、最近あった少しだけ気分が下がった出来事を一つ思い出す。その出来事に対して最初に立ち上がった反応に気づく。最悪、損、失敗。どれも選ばなくていい。心の中でにやりと笑いながら、こう言う。うまくいけば素晴らしい。うまくいかなくても、それでも素晴らしい。ただ、出来事と自分との関係性を整える。現実の調整、つまり起きた出来事をポジティブに受け取れたとき、あなたの人生はその方向に動き出す。今日の宣言いくよ。私は起きた出来事を評価しません。私は最も軽い関係性を選びます。世界を信頼した方がいいのは分かってるんだけどさ。嫌なことだって普通に起きるじゃん。全部うまくいくって思うと逆に怖くならない。傷つきたくなくてつい防御しちゃうんだよね。そうだね。それは弱さじゃない。世界を疑っているんじゃなくて、傷ついた自分を守ろうとしているだけ。昔ね、ベネチアの名工たちは鏡の背面に塗るアマルガムに金を加えて、鏡に映り込むものに温かみを出したんだって。今日はそれと同じことをやってみるよ。軽く目を閉じて、今、世界と触れている場面を一つ思い浮かべて。人、出来事、状況。それらは鏡の表側。息を一つ吐いて、その鏡の背面に意識を向けてみましょう。裏側に好きな色のアマルガムを静かに塗っていきます。世界を変えようとしなくていい。出来事を動かさなくてもいい。ただ、感謝の質を整える。鏡の裏が整うと、帰ってくる映り方も自然に変わる。その状態で世界を見てみて。敵意ではなく、むしろ世界はあなたを気遣ってくれているんじゃない？今日の宣言。私は世界に敵意を向けません。私は気遣いを受け取ります。ちょっと聞いてよ。でちょっと嫌なコメント見つけた瞬間、反殺者が完全に爆睡しててさ、気づいたら反論の文章をめちゃくちゃ真剣に書き始めてた。言葉も選んで、論理も整えて、自分では冷静な対応のつもり。でさ、送信ボタンを押す直前でルナの顔が浮かんで、なんとか送らずに済んだけどさ。私の顔を魔除けにするのはよしなさい。でもね、そのバタバタした手を止めるだけで水面は静かになるんだよ。今日は一つだけ。今日誰かから意見を言われたり、予期せぬことが起きたりしたとき、すぐに反応する代わりに一拍だけ置く。心の中でこう言ってみて。そうなんだ。
そういうこともあるか。正しく考えなくていい。納得しなくていい。ただ反応の前に観察する。流れはあなたを試していない。反応した時だけ重くなる。本日の宣言行くよ。私は反応する前に一泊置きます。私は観察者の位置に戻ります。ないない。ないよ。どこにあったっけ？あれ、今日どうしても必要な書類なのに。ちゃんと片付けたはずなのに、なんで今ないの？もう時間ないし、頭の中ぐちゃぐちゃで、焦れば焦るほど余計わかんなくなるんだけど。ちょっと一回で止めようか。こんな時に。コーヒーでも飲んで。いやいや、そんな余裕ないって。大丈夫。今はちょっと力が入りすぎてるだけ。軽く目を閉じて。今気になっていることを一つ思い浮かべて。仕事でも人のことでも自分のことでもいい。そのことを考えた時の体の感覚を見てみて。肩、胸、お腹。どこか力が入っていない。それが悪いわけじゃない。ただ今は少し重たい。じゃあ、そのまま無理にどうこうしなくていいから、別の位置から同じことを思い浮かべてみて。説明しようとしない位置。正そうとしない位置。前に進めようとしない位置。ただ眺めている感じ。その時、体はどう？少しでも軽くなったなら、そこが流れの中。アリアントの流れは探すものじゃない。切れた時、重くなった時、少し軽い位置に戻ると流れはちゃんと見えてくる。今日の宣言。私は客観的な観察者になります。私は流れに逆らうのをやめます。ショート見てると時間解けるよね。あと、ドラマ見てるとポテチ空っぽになるよね。毎回、やってしまった。ってなる。私の観察者はちょっと気を抜くとすぐに爆睡するんだよ。やれやれ。随分人事みたいに言うわね。眠ってる時って自分の頭で考えてないんだよね。考え事に引っ張られて、出来事に流されて、自分がどこにいるかを忘れてる。はあ。身に覚えしかない。大丈夫。今日はそれを責めない。ただ、思い出す練習をするだけ。軽く目を閉じて、今の自分の体を感じて、椅子に座っている感覚、床に足がついている感覚、次に呼吸を一つ。深くしなくていい。ただ吸って、吐いて、そして心の中で静かに思い出して。今私、外側と内側を同時に見ている。それだけ。何かを変えようとしなくていい。集中し続けなくていい。
気づいたらまた流されてたらもう一回思い出す。今私気づいてる。思い出すというのは頑張ることじゃない。何度でも戻ってくるだけ。本日の宣言。私は気づいている自分を思い出します。私はその状態を身につけます。私、マンションを売って実家に帰ろうかな。それを正しいことだと決めつけないで。軽く目を閉じて、今そうした方が正しいと思う選択を思い浮かべて、良いか悪いかは考えない。その選択を前にして自分に問いかける。それは本当に私が望んでいること。次に心の中で言う。私は正しさで選ぼうとしていた。そしてその選択を一つの可能性に戻す。偏見や制限、それが常識だという思い込みはトランサーフィンの原則とは真逆の考え方。望むものを手にしていいと自分に許可して。あなたは奇跡を起こせる。本日の宣言いくよ。私は運命を選ぶものです。私は自分が望むものを手に入れていいと自分に許可します。1週間お疲れ様。今週は余計な力みを抜くことを丁寧に取り戻していく1週間だったね。戦ったり反応したり正しさで押し切ろうとする流れから少し離れて落ち着いて見直す場面が増えていったはずだよ。力を抜くって何もしないことじゃない。自分の中で勝手に入っていた力を抜いて世界との距離を整えるあの小さな調整の積み重ね。それだけで出来事の受け取り方は静かに変わり始める。今週のあなたはその変化にちゃんと気づいていた。気づけたならもう戻れる。力を抜ける位置はもうあなたの中に戻ってきている。来週はあなたの世界があなたをどう気遣って夢へと運んでくれるのか。その驚くべきプロセスをいよいよ視覚化していくよ。今週のポイント。36日目。戦うのをやめて受け取ること。37日目。出来事を評価せず軽く受け取ること。38日目。世界が私を気遣っていること。39日目。反応するのをやめて観察者に戻ること。40日目。客観的な観察者になること。41日目。気づいている状態を身につけること。42日目。手に入れる許可をして運命を選ぶこと。力を抜いて正しさで押さずに世界を見ると向こうも押し返してこなくなる。筋トレは継続が一番の近道。筋トレトラッカーを作ったから印刷して手帳に挟んだりグッドノートに読み込んだりして使ってみてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知設定もよろしくね。コメントやご意見箱からのご意見ご感想がとっても励みになっています。よかったらノートも見に来てね。それでは、次の配信でお会いしましょう。またね。